All right, we're here with Andrew from Elite Glass. We're getting this glass out of the 86, got the windshield out, right? Always a bit of a surprise with old cars. You never know after all the years what's been done, but Andrew's a pro, man. Figured out these clips, getting this glass out. You said that this glass was put in using, what did you call the material? Butyl. Butyl. Yes, sir. Butyl, and it's pretty old and crusty, isn't it? Yes, sir. He's doing a great job, neat work. Hey guys, old glass, you gotta understand, it's old, it's brittle, it's dry. There's no guarantees it's gonna come out without cracking, but that's why you definitely wanna have a good guy like Elite Glass here on the scene doing it for you. Even so, no guarantees, but look at that. You don't wanna have to find one of those pieces of glass, so nice job, Andrew. Thank you. Very good. Nice solid channels for the most part so far, huh? It's not that rusted. I'm going to take this off here in a little bit and look at it. Yeah. And see how it, maybe a little rusted in it, but there's not much. Not much up in that top. So what I'll do different on that glass is, so you know, like on the new cars. Yep.あーちゃんはちょうど今勉強中なんで、でもグラスが終わりました。おかげさまで全部スムーズに、割れたことなしで、割れなしで、くしゃみが出る。鼻が高いからくしゃみ出やすいのかな。収まった。ガラスが出てきて、いい感じです。ちょっと見てみましょう。サビがあるかないかってやっぱり心配なんで、あとこの色が変に変わってたから、このねハッチの方は違う車から来たものなのかなと思ってたんだけど、よく見ると綺麗な元の塗装だよね。このシルバーブルーで色変えられたんだよね。なんかプラスチックディップ、ラバーディップみたいなもので、サビはこれしかないです。あとは完璧に綺麗なものなんで、これぐらいしかないならねすぐ治るんで、程度のいい86ですね。皆さんこんにちは、スティーブテキ店のあっちゃんです。今日は今結構なんか面白いオープニングでしたね。今日もまた86プロジェクトですね。やっともう学校終わって今冬休みで、もう毎日これから86バンバン仕事しないとダメだね。でもう1月ぐらいに学校に戻るので、86この1ヶ月間でもう終わらせないとダメなので、もう今日からもうすごくもう86ってやんないと終わらないよね。ちょっと外に出してやりたいことは見せたいと思います。今日最初にやりたいのはこのフィルを取ってお金にします。どっちみちもう車全部板金とか割ったら色も全部変わった後、このフィルじゃないので、もう新しいフィル考えてて、もうすぐやっぱりこれ売ってちょっとお金貯めて買おうかなと思ってるんだけど、最初にやらないとダメなのはこのフィルを取って売ります。で今つけるフィルの方がまあ皆さんそっちの方が好きかもね。じゃあさすがに車上げてフィル買いましょう。暗くなってこういうライト今使ってるんだけどね、今何もライトとかないので、でも純正のスープラセリカ AE86 のフィルをつけてみました。ここに
古いフィルがあって、これを売りに出していいお金にして、今は本当に純正の見た目だね。これ面白いね。でも次にやりたいのは、この中をもう完全にバラさないとダメですね。もうほとんどいらないという感じですね。もうワイヤリングとか、ちょっと言い過ぎちゃったかな。でも始めよう。今この暗い中で、この米川さんが一生懸命頑張ってフューズボックスを後ろまで持ってったんだけど、この彼がその当時知らなかったのは、もうこの純正のワイヤリングハーネスをもう使わないって知らなかったので、一緒にワイヤリングとかして、今1時間ぐらいかけてすごいテープですね、米川さん。だから結構お金かかったのかな。ほら、でもこういう感じで米川さんがここに全部入ってたコードを延長して後ろまで持ってったんだけど、何個か知らないのは、ここに何個かが、これとかが O2 センサーだったんだけど、何個かこういうワイヤーとかね、ここが一応こういう感じに入ってて、でここにもここのところかな、ちょっと3つぐらいがここの方に入ってて、それが何なのかが知らないから、ちょっと一応今取っておくんだけど、これがねどこにこれがここでしたね。でこれは何のワイヤーなのか、まだいるのかわかんないので、それがちょっと心配なんだけど、頑張ってます。今超頑張ってます。でもこれを見れば、もう ECU から取ればすぐ取れると思います。ではもうさすがにここまで来たからやってみよう。取れました。腰がもう今日は結構いい天気で86を外に出して、今からやりたいのは、ここ見れば反対側のハーネスもちょっと取らないとダメなので、それを今ちょっとやって、それでここを見れば、ここのエンジンハーネスじゃないんだけど、これはヘッドランプのハーネスで、これをちょっとちょっと見てみようか、どうやってつながってるのか。で次はこういうのとか取ったり、ブレーキブースター取ったり、もう全部これも取るし、フュールフィルター、これからもうバラバラになってくるね。
次の日で、昨日結構できましたね、この中。もうほとんど、まあこれ以上取れないね、もう。この中。まあここぐらいだけ取れるんだけど、最後の時にね。でもあとはもうワイヤリングとか、もうこれ以上取れないので、このぐらいでいいかな。で、ここ見れば、なんか一回事故った気がするね、ここの前。ここにも割れてるし、ここだけが全部錆びてるし、ここフレーム見れば、ここの錆びてるとこもちょっとボコンとなってるし、多分、俺、全然プロとかじゃないんだけど、多分、一回前でなんか事故があったね。でも、今中もちょっと確認してて、この前の夜、ちょっと暗くなったんだけど、ヒーターコア、もう、一回も多分つけたことないので、RX7 で。で、86も同じ、まあ、週末の車になるから、いらないなと思って、外しました。で、ブレーキブースターも、クラッチ、シリンダーも、全部取って、今、中をちょっと綺麗にしてて、次は、やっぱりゴムとか、中のこういうパネル、ゴムがここにあって、で、この中のパネルを取って、ゴム取って、それで、いい感じになってきたんじゃない？で、今、この中もちょっと整理してて、これ全部売り物のパーツで、これがダッシュで、いつか、これ直すんだから、いつかね、もうちょっと時間があるときに。で、ボディキットでパーツ、バンパーもあっちにあって、ここにあるのは、そうですね、ヒーターコアがここ、ブロワーモーターがここ、で、これがつなげる、チューブですね。で、これがダッシュから出てくる方のチューブですね。で、それもあって、で、こっちにももっと86のボンネットをアメリカ仕様のバンパー、今売りに出てるので、それもあるし、ボンネットも一応、ね、イメージではカーボンのボンネットの方がいいよね。ちょっと言い過ぎちゃったかな。でも、これも一応、売りたいと思います。で、ここにフラントバンパーの後ろのアメリカ仕様のバンパーですね。で、最後に、ここのフィルも売りに出しましたね。結構早く売れると思うので、それも車の方に回したいと思います。でも、今は結構この純正のフィルが、なんかこっちの方が合うね、86に。この前のフィルと比べたら。なので、結構このフィル好きなんだけど、今だけですね。もうすぐしたら買えるので、今の、ショップの中に押すためにはいいフィルですね。86がもうバラバラになって、もう前も86って分かんないよね、こうやって見ると。でももう86ね、結構バラしてあって、次は多分みんな分かってると思うんだけど、これから今どっかに持ってきます。でもそれは次の動画になるので、それまでお楽しみにしててくださいね。でもチャンネル登録とこの動画のライクボタン押してちょうだいね。本当に俺とパパがね、本当にこういうのが好きなのかが分かるので、好きだったらサムズアップちょうだいね。ではまた次の動画で、86はもうこの色ちょっと言い過ぎちゃったかな。86、俺の86がもう見た目が変わりますね。ちょっと言い過ぎちゃったかもしれないけど、それまで楽しみにしててね。ではまた次の動画よろしくお願いしますね。